間欠性記憶喪失と診断されて3年目、偶然にも夫のルシアン・ルークが友人たちと話しているのを耳にした。ルシアン・アンネリーゼは数ヶ月ごとに記憶を失い、お前は俺たちに成り代わって彼女と生活させ続けている。いつの日か誰かが本気になってしまうんじゃないかと心配じゃないのか？何を恐れることがあるんだ？ルシアンは豪快に笑い、グラスの酒を揺らした。アニーは冷たくてよそよそしいよ。お前たちが彼女を誘惑しない限り、彼女にそんな欲望は起こらないさ。ただ、今警告しておく。演技は好きにしろ、彼女と寝るだけは絶対にするな。楽しみが終わったら、俺は彼女の元に帰るつもりだ。3年間、私が記憶を失うたびに、私の手を握り、抱きしめ、同じベッドで眠るのはルシアンではなかった。3年間で9回記憶を失い、9人の男が私の夫を演じた。彼らが知らなかったのは、私の記憶喪失は2年前に治っていたということだ。第1章。9人目の夫が帰宅したとき、私はソファで空想にふけっていた。彼の明るい声が私の思考を遮った。アニー、ただいま。私は首をかしげ、ドアの男を見つめた。あなたはどなた？私は眉を潜め、混乱を装った。私の夫ですか？夫の名前はルシアン・ルークだったような気がしますが。男は一瞬凍りつき、それから反論した。違う。俺は君の夫の友人だ。アンネリーゼ、心配するな。今すぐ電話して夫を帰らせるから。そう言うと男は携帯電話を取り出し、急ぎ足でバルコニーへ向かった。ルシアン・アンネリーゼがまた記憶喪失だ。今回は誰の番だ？早く来て交代しろ。私は窓際に隠れて盗み聞きし、スピーカーからルシアンの友人たちがみんな、その役目を断り始めるのを聞いた。ルシアン・アンネリーゼは甘えん坊すぎる。24時間面倒を見なきゃならんのは無理だよ。そうだよ。アンネリーゼは素敵だけど、支配的すぎる。こんな世の中で少しも浮気しない男なんていないさ。ルシアン、お前が自分で帰ったらどうだ？嫌だな。スピーカーから聞こえるルシアンの声はだらけていた。俺はまだ遊び足りない。帰りたくない。誰が俺の代わりをしてくれるんだ？お前たちは俺の友人だろう。このくらいのことで助けてくれないのか？それでも友人か？みんなが逃げようとする中、一つのはっきりした声が響いた。俺が行く。私は誰が言ったか分かった。ルシアンの親友、セス・カプランだ。セスは手の届かないイケメンとして有名だった。噂では彼は30年間一度も交際したことがないらしい。最初、ルシアンが私の夫を演じる人を探していたとき、セスは最初にその考えに反対した人物だった。それなのに、なぜ今になって私と家庭ごっこをするのにそんなに興味を持ったのだろう？30分後、ドアがカチリと開いた。セスが入ってきた。背後から光が差し込んで、彼のシルエットしか見えなかった。アニー、ただいま。セスの澄んだ声はほとんど魅力的だった。私は立ち上がり、そのハンサムな男を見つめた。あなたが私の夫、ルシアン・ルークですか？そうだよ。セスは口を押さえて咳払いをした。ごめんね。残業があったから遅くなっちゃって。彼がそう言うと、彼の携帯電話が鳴り出した。セスは申し訳なさそうなジェスチャーをして、電話に出るためにバルコニーに出て行った。回線からはルシアンの無造作な声が聞こえてきた。そうそう、セス、言い忘れてた。せいぜい手をつないだり、抱きしめたりするだけにしておけよ。彼女と寝るなんて絶対にするなよ。どうであれ、彼女はまだ俺の妻だからな。わかった。セスは低い声で答えた。過去3年間、誰がルシアンを演じようと、
彼らに許されていたのはせいぜい私の手を握ったり、抱きしめたりすることだけだった。誰一人としてその線を越えることはなかった。3年間、私たちの家には私たちの写真もなく、私の夫が誰なのかを特定できるものも何もなかった。私は孤児だ。記憶喪失のせいで多くの友人もいない。もちろん、彼らは私が何も知らないままだと確信していた。私はまた役を演じ続けた。私は本当に何も知らないふりをした。しかし、この時ばかりは、私は何か別のことをしたい気分だった。私は歩み寄り、率先して抱きつき、セスの腰に腕を回した。ダーリン、記憶を失っちゃったけど、初めてあなたを見たとき、すぐにつながりを感じたわ。あなたが私の夫に間違いない、間違えようがないわ。私はセスの腰を抱く力を強めた。ついでに岩のように硬い腹筋を撫で回した。セスの全身が硬直した。彼は慌てて私を押しのけた。どうしたの？私は無邪気なふりをして尋ねた。ダーリン、私が記憶を失ったから、もう私のこと好きじゃなくなっちゃったの？違うよ。セスの目があちこちに泳いだ。彼の声はかすれながら答えた。君のことが好きだよ。私は手を伸ばして彼のシャツのボタンを外した。胸筋に触れた。ダーリン、今日はとても寒いわね。ベッドで温まらない？セスは唾を飲み込んだ。いいよ。その夜、セスと私は一緒に寝た。私たちは意思疎通を図らなくても、同じ考えを持っているようだった。私たちは多くを語らず、行動に任せた。第2章。翌日、セスは私をバーに連れて行き、友人たちに改めて紹介したいと言った。個室に入ると、ルシアンが女性を抱きしめ、好き放手にキスをしているのが見えた。セスはそっと咳払いをして、彼らを遮った。ルシアンは私たちを見て一瞬呆然とし、それからゆっくりと立ち上がった。こんにちは、私はルシアンの親友、セスカプランです。ルシアンは手を差し出し、冷静に自己紹介した。こちらは私の恋人、ホリー・ソーンダースです。あら、私はうなずいたが、ルシアンの手を握って握手はしなかった。ホリーのことは間違いなく知っていた。彼女はルシアンの最初の恋人だった。昔、彼らは家族が関係を認めなかったために別れ、後で私が記憶を失ったのをきっかけに復縁したのだ。ルシアンが過去3年間家に帰るのを拒んだのは彼女のためだった。ルシアンの他の友人たちも多くが個室にいた。彼らの多くは以前私の夫を演じたことがある。その時、彼らはみんな何事もなかったように振る舞い、私をからかっていた。アンネリーゼ、また記憶を失ったの？ルシアンは本当に素晴らしい男だよ。君が何度記憶喪失になろうと、彼はいつも君のそばにいるんだからね。そうだよ、アンネリーゼ。そんな素晴らしい男を大切にしなきゃ。私は苦笑いしたが、返事はしなかった。セスは私に腕を回し、ソファに座らせた。落ち着いた後、私は果物を一口、彼の口元に持っていった。ほら、ダーリン、もっと果物を食べて。薄暗い部屋で、ルシアンが私たちを見つめているのが見えた。私は身を乗り出して、セスのジダを噛んだ。ダーリン、昨夜はすごく乱暴だったわ。体中が痛いの。セスの表情がこわばった。気まずそうに私の手を握った。ベイビー、ふざけないで。ルシアンのビールグラスを握る手に力が入った。彼は明らかに不機嫌だった。彼の隣に座っていたホリーが皮肉っぽく口を開いた。アニー、あなたってすごいわね。私たちのグループで有名な手の届かないイケメンをあなたの小指の先で操っちゃって。ホリーがそう言うと、
ルシアンの友人たちはみんな私が何か怪しいことに気づくのを心配し、気まずそうに笑いながらごまかそうとした。おい、それはアンネリーゼとルシアンの絆がいかに強いかの証拠だよ。そうだよ。記憶を失っても二人の愛は決して邪魔されなかったんだからね。私は目尻でルシアンがグラスを上げ、ビールを一口飲むのを見た。彼の表情は雷雲のようだった。その時、一抹の喜びが私の中に広がった。私はトイレに行った。出てくると、ホリーがこちらの方に歩いてきた。すれ違う時、彼女のグラスの赤ワインが私にこぼれた。あら。ごめんなさい。手が滑っちゃって。私は手を挙げ、彼女を容赦なく平手打ちした。ごめんなさい、私の手も滑っちゃった。そう言うと、後ろから厳しい声が聞こえた。アンネリーゼ・カントレル、何をしているんだ？ルシアンが大股で近づいてきた。ホリーはすぐに彼の腕に飛び込み、おしくやかにすすり泣き始めた。ダーリン、私、アニーにうっかりワインをこぼしちゃっただけなのに、彼女は怒って私を叩いたの。今、めまいがするわ。ルシアンの表情は暗く不愉快そうだった。ホリーに謝れ。私は嘲笑った。あなたが何様のつもりでそんなこと言うの？アンネリーゼ。ルシアンの目が危険に光り、顔は本当に怖いほど真っ青だった。記憶を失ってまでどうしてそんなに傲慢でいられるんだ？私がどうなったってあなたに何の関係があるの？これ以上何かを言うのも面倒だった。振り向こうとしたその時、ルシアンが私の膝を蹴り、私は崩れ落ちてひざまずく体勢になった。記憶を失ったからって好き勝手にできると思わないで。早くホリーに謝れ。目の前にいる怒り狂った男を見て、私はこの状況が悲惨でしかも滑稽に思えるだけだった。私は孤児だ。この大きな町で、ルシアンは私が頼れる唯一の人だった。私たちは大学で交際を始め、10年一緒にいた。彼が私にプロポーズしたとき、彼はいつも私を守り愛し、決して私を裏切らないと誓った。それなのに、今や彼は私たちの結婚を裏切っているだけでなく、他の女のために私を攻撃さえしている。最初の甘い言葉と約束は、ただ残酷な冗談に過ぎなかった。怒りのもやの中、セスの声が切り込んできた。彼女に触るな。膝の痛みをこらえ、私は立ち上がりルシアンを平手打ちした。それからセスの腕の中に隠れて告げ口した。ダーリン、あなたの友達ひどいわ。私をいじめてるの。セスは怒っているようだった。彼の目には残忍さの兆しがあり、ルシアンを警告するように見つめた。アニーをいじめるな。ルシアンは歯を食いしばり、表情はさらに暗くなった。ホリーはルシアンの腕にすり寄り、嘲笑った。偉そうにしないで。あなたたちはただの淫乱女と人のゴミを集めるのが好きな男よ。黙れ。ルシアンとセスが声を揃えて彼女を一喝した。第3章。ホリー、アニーが悪いけど、君も彼女をそんな風に侮辱すべきじゃない。ルシアンは冷たく言った。セスは眉を潜め、ホリーを見た。彼の視線の表情は氷のように冷たかった。今後、アニーに関する侮辱を君から聞くことは二度とないように。そう言うと、彼は私に腕を回し、私たちを連れて去った。私たちはまっすぐ家に帰った。ドアをくぐったその瞬間、私はセスの腰に手を回して彼を抱き寄せ、腹筋を撫でた。ダーリン、私をかばうとき、すごくかっこよかったわ。大好き。セスの耳が赤くなった。彼はそっと咳払いをした。それはよかった。私は手を伸ばして彼のベルトを外した。ダーリン、すごく寒いわ。ベッドに入って何か激しいことをして温まらない？
まだ早いよ。ベッドに行くのになぜ厳しい時間があるっていうの？私は彼の喉仏にキスし、声を低くして色っぽく囁いた。ダーリン、私、記憶を失っちゃった。人と寝るのがどんな感じか忘れちゃったわ。その記憶を取り戻すの手伝ってくれない？セスは唾を飲み込んだ。再び口を開いたとき、彼の声はしわがれていた。アニー、ふざけるのはやめて。私はただ彼に飛びかかった。彼はソファに倒れ込んだ。セスは数秒間もがいたが、私たちの体勢をひっくり返し、私を下に敷いた。その夕方から深夜まで、セスは飢えた狼のように、満腹になることなく何度も上に行動を起こした。私はあまりに疲れて、ほとんど気を失いそうだった。かすかな意識の中で、セスが私の耳元でしわがれた声で言うのが聞こえた。アニー、本当に記憶を失ったの？私は口を開けたが、言葉は出てこなかった。それでも、それが重要だろうか？私はセスに他にも聞きたいことがあった。彼がいつもこのなりすましゲームに反対していたなら、なぜあの時、自ら進んで引き受けたのか？翌日、セスは私を病院に連れて行き、神経学的状態を検査した。偶然にも、病院のロビーでルシアンとホリーにばったり出くわした。ホリーが私たちに声をかけた。アニー、セ、ルシアン、偶然ね彼女は下腹部に手を当て明るく言った。私、妊娠してるの。産婦人科検診に来てるの。あなたたちは？セスは彼女を横目で見た。彼の口調は冷たく、ただアニーの検査に連れてきただけだよ。ルシアンは沈黙していた。彼の視線は、セスと私のぎゅっと絡み合った手に釘付け毛になっていた。突然、彼は顔を上げ、私の首にあるキスマークの数々を見た。首、どうしたんだ？彼の声はほとんど金切り声だった。私は恥ずかしそうなふりをしてセスを見つめた。それは私のダーリンに聞いてくださいね。ルシアンはセスを見つめ、突然彼の視線に脅しの兆しを宿した。私は機会を逃さず離れようとした。CT 検査しなきゃ。二人で話してて。私が立ち去ると、ホリーもエコー検査を受けに入った。残された沈黙の中で、ルシアンはセスを睨みつけ、冷たく尋ねた。お前、彼女に手を出したのか、セス？第4章。セスはタバコに火をつけた。煙のもやの中で、彼はもごもごと言った。出してない。じゃあ、首のあの跡はどうしたんだ？セスは数秒間を置いた。蚊に刺されたんだろう。ルシアンは眉を潜めた。彼は明らかに納得していなかった。セスは煙の輪を吐き、冷笑した。それに、俺が彼女に手を出したとして、それがどうした？お前、彼女と一緒にいるつもりなんてないんだろ？離婚したらどうだ？ルシアンは動揺して反応した。ダメだ。俺はアニーを長年知ってるんだ。二人の間には愛がある。ただ、ホリーが今妊娠してる。今、彼女を置いていけないんだ。ああ、セスは嘲笑った。彼の口調は皮肉っぽく、じゃあ両方欲しいんだな。卑劣だよ、ルシアン。ルシアンは一瞬黙り、確信のない口調で言った。セス、アニーがまた記憶を失ったら交代しよう。それが実際に起こったらまた話そう。ルシアンは確信のない答えに不安を感じた。彼はセスをじっと見つめ、厳しい表情で言った。ただ、お前とアニーの間に何かあるような気がするんだ。セス、誓ってくれ、彼女に手を出さないと。セスは手に持ったタバコを握りしめた。彼がまさに口を開こうとしたとき、私は CT 検査結果を持って出てきて、彼らを遮った。ダーリン、あなたにいいニュースがあるの。医者によると、
私は完全に治ったんだって。もう二度と記憶を失わないって。ルシアンは一瞬呆然とし、打ちのめされたように見えた。そんなはずがない。一方、セスは大喜びだった。本当？それは素晴らしい、奥さん。家に帰って祝おう。私はセスの手を取って立ち去ろうとした。しかし、ルシアンが私を掴んだ。アニー、待って。実は俺は。私は彼をせかせかと遮った。カプランさん、あなたは私の夫の友人かもしれませんが、私に触る権利はありません。それは下品でしたよ。嫌そうな顔をして、彼の手を振りほどいた。振り返りもせずに去った。家に着くと私が電気をつけようとしただけで、セスが私を持ち上げ、寝室へと運んだ。彼のキスは情熱的で、私の首の隅々まで覆った。もぐもぐとした声が私の耳元で囁いた。アニー、これからもずっと一緒にいよう、いい？暗闇の中で私はそっと言った。うん。セスはそれを聞くと、再び狂ったように貪欲になり、一瞬の休みもなく求め続けた。しかし、私たちが絶頂の淵にいたとき、部屋の電気がついた。ルシアンが入り口に立ち、拳を握りしめ、表情は凶暴で激怒していた。